皆さんこんばんはワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の6日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして日本時間の夜の10時25分ということで、約1時間半ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたようにトランプ大統領はついに自分の無知とおごりでパンドラの箱を開けてしまったナンバー1ということですね。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2915回を始めたいと思います。今のところ音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということで、最初ですね、突然の訃報ということで、三宅由紀子さんが亡くなったという、驚くニュースが今日飛び込んできましたね。謹んでご冥福をお祈りしますということです。自殺されたんじゃないかという、確定ではないんですけど、お台場ですかね、受水自殺をされたんじゃないかというふうに、言われてますね。で、先月12月の30日までツイッターで、たくさんの発信をされてるんですよね。でその中で、いろんな方にお世話になりました、ありがとうございましたというような言葉があったんですね。それで、覚悟の自殺をされたのかなというようなことがちょっと考えられますけど、2日に、水死体として発見され、そして今日公表されたということで、残念ですよね。特に、私と同じように、ツイキャスでほとんど毎日夜ですよね、情報発信されてたということなんで、他人事ではないなという感じはしますけどね。まだお若いのに、残念です。そして2つ目のあれは先週の金曜日のこのワイワイニュースライブのメインテーマ、続き今年の行動目標ナンバー2、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げるというテーマでしたけど、それをですね、YouTube 向けにこのように表紙にしてくれました。草の根勉強会、家族勉強会を立ち上げるということで、こういうふうに勉強会の様子ですね、子ども勉強会みたいな感じですけどね、非常に楽しい雰囲気の表紙です。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが351名様、YouTube が399名様、全部で750名ということです。そして今日の画像ですね、今日のメインテーマに関係しますけど、そっか、フロリダでですね、トランプがいわゆるソレイマニ司令官殺害について得意げに記者会見しているという画像ですね。これフロリダなんですよね。彼がフロリダの別荘で休暇中なんですね。クリスマスの休暇中にこのような重大な決定を一人でやって、
そして米軍に命令を下して殺害を実行したという、完全に狂ってるんですね、これね。これほど重要なことに関して、国家安全保障会議っていうのがあるんですよね。それをもう招集しないということで、たった一人で決めたんですね。こんなこと許されるんですかね。でしかも彼は議会において大統領弾劾訴追の決議されて、いわゆる被告の身なんですよね。起訴されたんですから被告なんですよ。被告中の人間がこれほど重大な決定を単独で下して、そして、今日のメインテーマですけど、単なるテロリストじゃないんですよね、この司令官は。イランという正当な国家の正当な国家指導者の一人なんですね。ナンバー2ですよ。そのナンバー2の最高位の公式の公的な人間を勝手にテロリストだというふうに断定して殺してしまったと。そして得意げに私はテロリストを殺害したということで、自慢げにですね、休暇中のフロリダで記者会見しているという、完全に狂ってますよね。要するに今までのいわゆるテロリスト、アルカイダのビンラディンとか、あるいはイスラム国のバグダディとか、同じようにこのスレイマニ司令官を民間の武装組織の指導者だとして完全に勘違いして、彼はこのような命令を下したんですね。違うんですよ。ソレイマニ司令官というのは、れっきとした正式の国家、イランの正式の国家最高指導者の一人なんですね。それを米軍を使って殺害しちゃったということは、まさに宣戦布告ですよね、これね。国家間の戦争なんですね。それを議会にも諮らず、大統領のスタッフとも相談せず、勝手に一人で決めて、米軍に命令して殺しちゃったということで、今日のメインテーマのテーマですけど、ついに、トランプは自らの無知とおごりでパンドラの箱を開けちゃったと。国家間戦争の宣戦布告をしたようなもんですよ。だからイランからの報復は、おそらく100年は続くでしょうね、これね。その覚悟お前できてんのということでしょう。アメリカ国民もその覚悟はできてるんですかと。こんなとんでもないやつを大統領に押し上げ、そして、熱狂的に、支持しているバカ者がまだいるというこの現実、その覚悟できてんのということを言いたいですね。今日のメインテーマ、フロリダ州で3日ソレイマニ司令官殺害について会見するトランプ米大統領ということですよね。から2つ目が、これスイスの新しい大統領になった女性なんですね。スイスは面白いですね。7人しかいないんですよ、閣僚が。政府の閣僚が7人。その7人が1年交代で、輪番制で大統領になるということで、今年はこの女性、シモネッタ・ソマルーガさん、この女性がですね、地元のパン屋さんで、新年の挨拶をしているという写真なんですね。今日のこれは何でしたっけ。
今日のトピックスじゃなくて、ちょっと待ってください。今日取り上げたんですね、この記事。スイスインフォだ。スイスインフォの記事で取り上げてます。まあ簡単な記事なんですけど、本当に平和でいいですよね。だからアメリカの大統領ももう2人大統領制とかね、このような暴走、とんでもないやつが大統領になって、独裁的な権力を乱用して全面戦争に持っていくという危険性を排除するために、大統領2人にするとかね、あるいは輪番制にするとかね、した方がいいですよ、本当。ということで、それから3つ目が、昨日見てきたんですけど、韓国映画、国家が破産する日ということで、これですね、ポスター。これは1997年の、いわゆるヘッジファンド、ソロスなんかのヘッジファンドが仕掛けたアジア通貨危機に見舞われた韓国の物語なんですね。非常によくできてますね。今日の推薦映画でも取り上げましたけど、ぜひ、時間がありましたら国家が破産する日ということで、私が見たのが吉祥寺の、アップリンク、そこでやってますんで、ぜひ機会がありますればご覧くださいということです。K さん、今日のメインテーマですね。トランプはついに自らの無知とおごりでパンドラの箱を開けてしまったということですね。それから砂津金さん、民主的に選ばれた政権をクーデターで潰すのはアメリカの18番ということですね。だからこういうふうに潰すにしても裏からやるんですよね、彼ら。ベネズエラなんかそうですけど、裏からやって、あたかもその国の国民が今の政府政権に不満を持っているということで、民主的な民主化運動を組織して、そして内部からあたかも民主的な勢力が政権を変えたんだという形を必ず取るわけですよね。で、今回トランプの場合はそういう間接的なことじゃなくて、まさに自分がやったと自慢してるわけですよ。こんなこと今までなかったですよね。それから砂津金さんですね、いつものメッセージですね、ありがとうございます。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐恋があってから禁止と。このキャスの目的は情報の共有、拡散、にご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いしますということですね。から砂津金さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。土山純一さん、いつもありがとうございます。お茶爆店、ですね。それとコンティニューコインが2枚ですね。それからキララカットさん、お茶爆店、初耳さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そして、メルヘン中尾さん、コンティニューコインですね。で、初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインですね。12345 6ですね。配信ありがとうございます。から K さん、コンティニューコイン。そして今日の放送の前、砂津金さん、三宅由紀子元議員が受水自殺かと、ストーカートラブルで昨年、悩みもということで、そうですね、なんか変なストーカーに絡まれて、いろいろ悩みがあったんだと思いますね。から砂津金さん、対イラン戦争マスコミに載らない海外記事と
6日付ですね。それからスナズキンさん、戦争反対を考える映画を一挙上映と、第3回自主制作映画見本市のご案内と。からスナズキンさん、またしても戦争や優先、マスコミに乗らない海外記事ということですね。はい。ということで、今までのところをアップしますね。表紙ですね。表紙と、それから三宅由紀子さん。これが表紙です。そして現時点での視聴者数ですね。750名様。だいたいツイキャスと YouTube の視聴される方がほぼ同数になってきましたね。で、今日の画像、トランプのテロリストをやっつけたというバカみたいなとんだ勘違いなんですね。国家間戦争を宣戦布告したものなんですよ。正式の国家の正式の最高幹部の一人をテロリストとみなして一方的にドローン攻撃して殺しちゃったとことですよね。コンティニューコインお疲れ様ですと。これはミュウミュウさんですか。はい。そしてスイスの新しい大統領と、それから国家が破産する日ということですね。韓国の映画っていうのはすごいですね。いわゆる内部暴露っていうか、結局 IMF とそれからヘッジファンドと IMF とそれからアメリカの財務省がいわゆる国家を乗っ取ると、破産させて乗っ取るということがかなり実証的に再現されてるんですね、この映画の中でね。おすすめです。そして、コンティニューコインですね、ミュウミュウさん。そして今日の映像ですけど、これも必見ですね。ツイッター映像。アメリカの上院議員のサンダース氏が自らの、イラン戦争、イランとの戦争に対してはもう全力を持ってありとあらゆる手段で私は戦うという宣言している画像なんですね。これね、映像ですね。いやー、彼頑張ってますね。非常に反応が早いですよね。どっか歩きながら画面に向かって、宣言してるんですね。I was right about Vietnam. I was right about Iraq. I will do everything in my power to prevent a war with Iran. I apologize to no one. ということで、私がベトナム戦争に反対したのは正しかったんだと。私がイラク戦争に反対したのも正しかったんだと。私はあらゆる手段を使い、全力でイランとの戦争を阻止すると。私はこのことでどんな批判があろうとも、誰にも謝るつもりはないんだという、非常に断固とした決意を持って彼は、この映像の中で宣言してるんですね。128か。
最後の方を削りますかね。あ、ダメだ。これですね。ベトナム戦争に反対して正しかった。イラク戦争を反対して正しかったと。砂月人さん、コンティニューコインが2枚ですね。イラクとの戦争に私の全力を持ってあらゆることをすると、戦争を止めるためにですね。そして I apologize to no one と、このことでどんな批判があろうとも謝るつもりはありませんと。力強いですね。77ぐらいじゃないですか。頑張ってますよね。というサンダースさんです。はい。そして今日の推薦映画、これですね。韓国映画国家が破産する日ということで、映画 .com の解説ですね。1997年に韓国で実際に起こった通貨危機の裏側を描いた社会派ドラマと、1997年韓国経済は急成長を遂げ、いつまでも好景気が続くと多くの国民が信じて疑わなかったと。そんな中、韓国銀行の通貨政策チーム長ハン・シビョンは通貨危機を予測していたと。政府は非公開の対策チームを招集するが、国家破産まで残された時間はわずか7日間しか残されていなかったと。独自に危機の兆候をキャッチし、これを好機と見た金融コンサルタントのヨン・ジョンハクがある大勝負に出ると。その一方で経済情勢に明るくない町工場の経営者カプスは大手百貨店から大量発注を手形決済という条件で受けてしまうということですね。で、シヒョン役をキム・ヘス、ジョン・ハク役をユ・アイアン、カプス役をホ・ジュノ、IMF 理事、専務理事役を韓国映画初出演となるバンサン・カッセルがそれぞれ演じるというのがこの映画です。これは必見ですよ。解説。アジア通貨危機っていうのはタイから始まったんですね。タイからずっと南に下ってインドネシア、フィリピン、そして韓国、そして、結局 IMF が介入して IMF の支配下に、落ちちゃうんですね。そして、高金利、社会保障、予算、縮減、圧縮、削減、そして外資の導入をよりやりやすくするために市場開放等々でいつものパターンで、それに、主人公の女性は反対するんですけど、結局、やめざるを得ないということで、最後の、希望として彼女は金融経済監視
監視チーム、監視機構みたいなNGO を立ち上がるんですね。それに自分がかつていた韓国銀行の若い、通貨政策チームの若い女性がぜひ協力してくださいと、あなたのやったことが非常に参考になりますんで、これからも同じような問題が必ず起きるから共に協力して戦いましょうっていう希望が最後に出てくるということですね。ということです。そして今日の注目情報ですね、ブログ、彼が見たものということで、これカルロス・ゴーンの弁護人だった高野隆さんのブログなんですね。これなかなかいいブログなんで、これはいつ ?1 月の4日付ですね。彼が見たものというのはカルロス・ゴーンが見たものという意味なんですね。カルロス・ゴーンには弁護人が3人か4人、ついてるんですけど、この高野さんという方はカルロス・ゴーンが3ヶ月か4ヶ月東京拘置所に勾留されて出てきた時に、なんか工事人のヘルメットをかぶせて、工事人風の服装で、報道陣を巻いたということをこの高野さんのアイデアでやったんですね。で最後に、謝ってましたけど、面白い人ですよこの高野さんっていうのは。この、ブログの中で、重要なことを言ってるんですね。でそれを今日の一言で、取り上げたんです。高野弁護士の言葉。残念ながらこの国では刑事被告にとっては公正な裁判などを期待することはできないと。裁判官は独立した司法官ではないと。官僚組織の一部だと。日本のメディアは検察庁の広報機関に過ぎないと。しかし多くの日本人はそのことに気がついてないと。あなたもそうだと。20年間日本の巨大企業の経営者として働いていながら、カルロス・ゴーンのことですね、日本の司法制度について何も知らなかったでしょうと、こういうふうに言ってるんですね。で、それに対してカルロス・ゴーン被告の言葉、英米でもヨーロッパでも逮捕されたらすぐに保釈金を積んで釈放されると思っていたと。それが当たり前だと。20日間も拘留されるなんてテロリストぐらいでしょうと。でもこの国は違うと。テロリストも盗人も政治家もカリスマ経営者もみんな逮捕されたら23日間拘禁され、毎日5時間も6時間も時には夜通しで弁護人の立ち会いもなしに、尋問を受け続けると。罪を自白しなかったらその後も延々と拘禁され続けると。誰もその実態を知らないと。みんな日本は人権が保障された文明国だと思い込んでいると。これですよ。だからカルロス・ゴーンがですよ、国外脱出して、それで世界のメディアでこのことを訴えることっていうのは非常に重要ですよね。日本国内では日本のメディアは一切言わないと。学者も言わないと。一部の学者しか言わないと。一部のメディアしか言わないということで、ほとんどの国民は日本の司法がこれほどひどい人権蹂躙のとんでもない、裁判官も、それから検事も検事も、それから弁護士も、そして警察官も全部
つながっちゃってると。そして、メディアもつながっちゃってるということで、この実態がほとんど知られてない、とんでもない状況になっているので、それを食い破るためにカルロス・ゴーンがレバノンに脱出して、そして彼が、ハリウッド映画でこのことを訴えると、あるいは世界中のメディアに彼が訴えるということは絶対必要ですよね。だから伊藤詩織さんが日本の女性が置かれているいわゆる性的なハラスメントの実際に自分が被害に遭って、でそれを告発するにあたって受けたさまざまなハラスメント、メディア、警察官、裁判官、あるいは弁護士等々で2次レイプ、3次レイプが公然と行われると。そして党の準強姦をやった人間が逮捕寸前で逮捕が取り消されて、今も堂々とですね、伊藤詩織さんは嘘つきだということで、裁判に訴えて、一審で負けても高裁に控訴したというこの異常な事態、このことを世界のメディアに訴え始めたのが伊藤詩織さんなんですね。でそれに続く大物がカルロス・ゴーンということで、当然ですよ、どんどんやるべきですよということです。高野さんの言葉ね。今日の一言。この国では刑事被告人にとっては公正な裁判などを期待することはできないと。裁判官は独立した裁判官ではないと。司法官ではないと。官僚組織の一部と。日本のメディアは検察庁の広報機関に過ぎないと。多くの日本人はそのことに気がついていないと。あなたもそうだと。カルロス・ゴーンさん、あなたも20年間日産の最高トップにいてそのことを知らなかったでしょうと。だから被告になって初めてなんですね。分かるんですね。日本の裁判のひどさ、日本の司法のひどさ。日本の司法の事実については何も知らなかったでしょうと。これを受けてカルロス・ゴーン氏の言葉。欧米でもヨーロッパでも逮捕されたらすぐに保釈金を積んで釈放されると思っていた。それが当たり前だと。20日間も拘束されるテロリストぐらいでしょうと。異常なんですね。でもこの国は違うと。テロリストもから盗人も政治家もカリスマ経営者もみんな逮捕されたら23日間拘束され、毎日5時間も6時間も時には夜通しで、立ち会い弁護人の立ち会いもなしで尋問を受け続けると。もう江戸時代のお知らせですよ。で罪を自白しなかったらその後も延々と拘禁され続けると。誰もその実態を知らないと。みんな日本は人権が保障された文明国だと思い込んでいると。全く違うよと。これですね。このことを全世界に
言葉と画像と映像で発信するということが彼の使命ですね。やるでしょうね、彼はね。ということです。そして今日の推奨本の朗読ですね。このグレタたった一人のストライキということで、今日は第10回目の朗読ですね。読むところは、子供はみんな意地悪だからというところです。読みますね。あの子たちいつもあんな風に君を見るのかいと。知らない、多分ねと。授業時間が終わり、スバンテとグレタは教室の後ろから廊下、階段へとなるべく目立たないように校内を歩いていたと。旧友たちが自分を指さし、あからさまに馬鹿にした笑いを向けてきたら、たとえ親が一緒でもその道のりはとても果てしなく長く感じられるだろうと。いじめられるのは嫌なことだが、理由がわからないのはもっと嫌だと。自宅のキッチンで、スバンテがその様子を説明する間、グレタはライスとアボカドを食べていたと。話を聞いた私は怒りに震えたと。この通りに並ぶ建物の半分を破壊できるくらいにと。でもグレタは嬉しそうだったと。ほっとしたのでも落ち着いたのでもなくと。クリスマス休暇になるとグレタは恐ろしい出来事の数々を話し始めたと。それはまるで考えられる限りのいじめのシーンが撮影された映画からエピソードを一つ残らず持ってきたようだった。校庭に押し倒された。変なところにおびき出されたと。執拗に仲間外れにされた。グレタの避難場所は女子トイレだったが、そこで隠れて泣いていると警備員に校庭に連れ出された。そんな状況が1年以上続いたのだと。たとえ私とスバンテは娘の話を学校に伝えたが、学校側は信用しなかったと。彼らの見解では悪いのはグレタだったと。何人もの生徒たちが口々にこう言っているらしい。グレタの振る舞いは奇妙だと。あまりにも喋らなすぎる。挨拶すらしないと。その一方でグレタの先生は2人だけの授業を続けてくれたと。彼女は何度も学校側からそれをやめるように言われ、ついにはグレタやその家族と話をするなら解雇すると脅かされたと。それでも授業は続いたと。グレタはこっそりと学校の図書室に出入りし、その間スバンテは学校の外で車に乗って待っていたと。私はグレタに友達ならまたできるわよとよく言った。でも彼女の答えはいつも同じだったと。友達なんかいらないと。友達は子供だし、子供はみんな意地悪だからと。グレタはモーセスを引き寄せたと。犬だね、これね。私が友達になるとベアテが言ったと。なんとかなるさ、そのうちにとスバンテもいい？壁に貼った紙にこう書いたと。アボカド1個半、サーモン2切れ、ライス、カルシウム剤、所要時間37分というところですね。だからやはりものすごいいじめにあって、彼女は誰にも言うことをできないでずっと耐えて、結局それが食事ができなくなる状況に至らしめたんですね。ということです。今日読んだところ、マイナス 1？ ということですね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、トランプ大統領はついに自らの無知とおごりでパンドラの箱を開けてしまったと。ナンバー1。
トランプ大統領が米軍に命令してイラン政府軍ソレイマニ司令官を殺害した行為は、彼が思っている対テロ戦争の一環では全くなく、米国によるイランへの開戦布告、すなわち国家間戦争の始まりであると。したがってトランプ大統領に国家戦争を仕掛けられたイラン政府とイラン国民は、トランプ大統領個人を含む米国全体に対する100年戦争を開始することになると。その怒りのすさまじさ、復讐心のすさまじさはトランプの想像を超えてるでしょうね。トランプ大統領の決定的なミスは、正式の国家指導者と反米テロリストの違いが全く理解できないことであると。トランプ大統領は今回の攻撃の理由として、ソレイマニ司令官は米国の外交官と軍人を攻撃する計画を進めていたための防衛処置だったと主張していると。頭の悪いトランプ大統領は、ソレイマニ司令官がイラン国家を代表する最高国家指導者の一人であることが理解できていないのだと。トランプ大統領にとってソレイマニ司令官は反米イスラム武装組織アルカイダの指導者ビンラディンや反米イスラム武装組織イスラム国指導者バグダディと全く同じ反米テロリストでしかないと思い込んでいるんだと。でトランプ大統領の決定的なミスは、対テロ戦争と国家間戦争の違いを全く理解していなかったことだと。トランプ大統領は正式の国家指導者を反米テロリストとみなして米軍に命令して殺害し、そのことを公表したんだと。すなわち今回のトランプ大統領が命令した攻撃は、今までブッシュ元大統領やとオバマ前大統領が繰り広げてきた対テロ戦争とは全く異なり、米国とイランの国家間戦争であるということなんですね。でトランプ大統領に、国民的英雄を一方的に殺害されたイラン国民の怒りと復讐心は、文字通り100年戦争を想起するものであり、もしもこのままいけば米国にとってこれまで経験したことのないほどの攻撃を被ることになるだろうということで、該当記事として、これは朝日新聞デジタルの有料記事なんですね。司令官殺害、トランプ氏が決断するまで国防総省に衝撃ということで、これ短い文章なんて読みますね。米軍がイランのイスラム革命防衛隊のソレイマニ司令官62を殺害したことをめぐり、米メディアは相次いでトランプ大統領が殺害を急に決め、政権内にも驚きが広がった様子を伝えていると。司令官が米国の外交官と軍人を攻撃する計画を進めていたため、防衛処置として攻撃したというトランプ政権の説明にも疑義が生じていると。イラクでは数ヶ月前から米軍などがロケット弾攻撃を受けており、米側は親イラン派の武装組織が行っていると抗議してきたと。昨年12月27日、イラク北部のロケット弾攻撃で米国の民間人1人が死亡、米軍兵士4人が負傷したことで一気に緊張が高まったと。ニューヨークタイムズによると、この攻撃を受け、米軍幹部らはソレイマニ司令官の殺害を最も極端な選択肢としてトランプ氏に提示したと。国防総省は歴代大統領に非現実的な選択肢を示すことで、他の選択肢をより受け入れやすくしており、今回もトランプ氏が選ぶことは想定しなかったという。実際トランプ氏は昨年12月28日に殺害計画を拒否し、親イランの武装組織に対する空爆を承認したと。だが数日後に在バグダッド大使館が親イラン派に襲撃される様子をテレビで見たトランプ氏は苛立ち、その後に司令官殺害を決断したと。国防総省幹部らは衝撃を受けたというと。
でワシントン・ポストによるとという、ね、点々点でこの後は有料記事で読めないんですけど、まあ大体こんなもんですね。だから全く一人で彼は決定してるんですね、これほどの重大なことで。しかも彼は2週間前に、連邦下院の賛成多数で大統、権力乱用とそれから議会調査妨害の罪で大統領弾劾訴追決議を可決されているという被告なんですよね。その被告がなんでまた権力乱用をしてこの国家間戦争を誘発するような宣戦布告をしたのかということを、もう根本的なアメリカのいわゆる、なんていうの、統治システムに根本的な欠陥があるんでしょうね。だって普通だったら検察に起訴された被告っていうのは身柄を拘留されるかあるいは在宅かの違いはありますけど、ほとんどが日本では身柄拘束された上で起訴され、そして裁判を受けるということで、再び同じような権力乱用なんて到底できないですよね。じゃあなぜアメリカの大統領は被告の立場でありながら大統領権限をそのまま行使できるのかというのは決定的な欠陥でしょうね。というのが今日のメインテーマ、これがナンバー1ですね。だからまあ今回のメインテーマの言いたいことは、要するに彼はイラン国家、正式の国家の正式の最高指導者の一人であったソレイマニ司令官をいわゆる、ビンラディンとかバグダディと同じような武装組織の反米武装組織のテロリストだというふうに見誤って、そして、たった一人で、殺害を決定して、米軍に、実施命令を出したと。そして殺害しちゃったと。そしてそのことを自慢げに公表してるわけですよね。だから今回彼が殺害資料を出して殺したソレイマニ司令官というのが正式の国家の正式の最高指導者の一人であるということが完全に欠落してるんですね、彼の頭の中では。いわゆる反米武装組織のテロリストでしかないという完全に間違った見方をベースにして、だから私が命令してテロリストをやっつけたんだと。で得意げに休暇中のフロリダから記者会見しているというふうになるわけですよ。で彼がやったことはまさに国会のイランに対する戦争宣言ですよね。だからイランは今は喪に服してますけど、喪が明けたら全面的な報復攻撃に出るでしょうね。でおそらくアメリカ国内にいるから安心だろうと思ってるトランプの個人的な攻撃までおそらく想定してるでしょうね、当然ながら。だから100年戦争なんですよ。だからそれを唯一いわゆる国家間戦争のいわゆる拡大を阻止するのは何かというと米国民ですよね。米国民がこのようなとんでもない大統領から大統領権限を剥奪するということですよ。それしかないでしょ。そして、牢獄にぶち込むと、パククネみたいな感じで。そして新しい大統領を選んで、
そして、イランに謝罪して賠償するということしかこの国家間戦争の拡大を回避できないでしょうね。のこのこさん YouTube ゴーンと日本の司法について海外の番組ということですか。はい。からコンティニューコイン2枚ですね。ということで、今日のメインテーマのポイントをアップします。彼は対テロ戦争の延長だというふうにしか思ってないんですけど、彼がやったことはイラクに対する国家間戦争の宣戦布告ですよ。戦争開始宣言ですよ。100年戦争ですよ。仕掛けられたイランにとっては最も敬愛された国家指導者の一人が一方的に殺されたということの恨み怒りはまさに100年戦争でしょうね。その覚悟できてんですかと、トランプお前よと、あるいは米国民よと。でトランプ大統領の決定的なミスは正式の国家指導者と反米テロリストの違いが全く理解できないということですよね。だから彼は有能な、いわゆるスタッフをどんどん首切ってきたから誰もいないんですよ。このことをあなたは間違っていますよと、このままいくと大変なことになって、国家戦争になって100年戦争になりますよっていうことをちゃんと彼に言って押しとどめる人間がもういなくなっちゃったんですね。で彼はソレイマニっていうのはテロリストだと、米国の外交官と軍人を攻撃する準備をしてるんだから、それを先制攻撃でやっつけたんだと自慢げに言ってるんですね。で頭の悪いトランプはソレイマニ司令官がイラン国家を代表する国家指導者の一人であることを理解できないと。トランプにとってソレイマニ司令官は反米イスラム組織のアルカイダのビンラディンやイスラム国のバグダディと全く同じ反米テロリストでしかないと、そういう評価しかできないんですね、彼の頭の悪い。だから有能なスタッフ、まともなスタッフがいればそれは間違ってますよということで軌道修正できるんですけど、安倍晋三と同じように頭が悪くて、そして周りの言うことを聞かないと言って決定的なミスを犯すんですね。でトランプ大統領の決定的なミスは対テロ戦争と国家戦争の違いを全く理解してないと。トランプ大統領は正式の国家指導者を反米テロリストとみなして米軍に命令して、殺害し、そのことを公表したんだということですよね。
すなわち、今回のトランプ大統領が命令した攻撃は、今までブッシュ大統領とオバマ前大統領が繰り広げてきた対テロ戦争とは異なり、米国とイランの国家戦争であると、そういうことなんです。で、トランプ大統領に国民的英雄を一方的に殺害されたイラン国民の怒りと復讐心は文字通り100年戦争を想起するものであり、もしこのままいけば米国にとってこれまで経験したことのないような攻撃を受けるということですよね。そして、該当記事として、朝日の記事ですね。休暇中の別荘でテレビを見て苛立ったトランプが一方的にいわゆる選択すべきでない選択をしちゃったというのが実際なんですね。ということです。時間は56分42秒ですか。視聴される方が同時期で40名様、全体で106名様、コメント44件ですね。ならばサンフランシスコ講和条約を無視して、戦前の日本に戻し、米軍産複合体の商売敵になる兵器の国産化を目指す安倍政権はどうなるのかということで、全く同じでしょうね。ということです。今日のトピックスですね。米イラン開戦前夜でもゴルフ三昧、イカれた首相のお正月という日刊現代。ゴルフ三昧してると、グルメ三昧してると。よくこんなバカを7年間も日本の最高権力者に押し上げてたよね。映画、ゴルフ、美食、贅沢三昧で、年始年末の休暇を満喫した安倍は5日も終日指定でのんびり過ごしていたということですね。6日は伊勢神宮へ参拝し、年始の記者会見に臨むが、世界情勢の緊迫が極限に達しようとしているとき、よりによってこの首相という役難、2020年の日本は波乱の年と。だからこいつをトランプと同じように、逮捕投獄ですよ。打倒ですよ。もうギリギリのところまで来てますよね。から2つ目ですね。2つ目はベネズエラ、これ面白いですね。石油を仮想通貨で販売へということで、マドゥロ大統領、これスプートニック日本語版、これはなんかいわゆる、アメリカから経済封鎖されているということで、石油とか金とかですね、自然、鉱物等々が世界マーケットで売れないということで、ことに対してこの仮想通貨ペトロって言うんですね。これで金とか石油とかあるいは年金とか等々を支払い始めたと
年金受給者と公務員への手当をペトロで付与したという、これなかなかユニークですよね。だからドルを手に入れられないということで経済的な封鎖に遭っていることに対して、ペトロという仮想通貨を作って、それと金を結びつけると、それと鉱物資が銅とか、あるいは年金とか等々をいわゆる販売するということはユニークでいいですよね、これね。ということです。マドロ大統領、政府はベネズエラ人の日常生活に仮想通貨をうまく導入していると。12月、ベネズエラ当局は新年の休暇に合わせた年金受給者と公務員への手当をペトロで付与したと。で、マドロ大統領は使用はうまくいっていると主張していると。マドロ大統領は2012年10月、ベネズエラの仮想通貨ペトロの発行を2年前ですね、3年前か、ペトロの販売は2018年2月20日から開始されたと。価格はベネズエラ原油1バレルあたりの価格に裏付けされているということで、原油に裏付けされているということで、実物の裏付けがあるんですね。いわゆる仮想通貨単なる仮想通貨じゃないんですね。金とか原油との結びつきが実際にあるということですね。これはなかなか面白いですよね。マドゥロ大統領、我々はベネズエラ産の石油をペトロで販売すると。すでにベネズエラ産の鉄や鉄鋼をペトロで販売していると。我々は石油、鉄鋼、鉄、アルミニウムの販売契約をすでに締結しており、採掘した金の一部もペトロで販売する予定と。いいですね、これね。で、ペトロの販売は2018年2月19日から開始されたと。価格はベネズエラ産原油1バレルあたりの価格に裏付けされていると。で、12月っていうのは去年ですから、すでにもう年金とか給与をペトロで払うと。これはかなり画期的な方法じゃないですかね。で、同じベネズエラ野党グアド氏と与党パラ氏ともに国会議長選出を宣言ということで、2人の議長が誕生したという記事ですね。今まではグアイドというのが一人議長だったんですけど、その任期が切れたんですね。そして国会で、グアイドがと、それから与党ですね、野党か、
野党の議員たちが国会の議場に入ろうとしたら、警備員に阻止されたということで、結局入れないで別々に開いたんですね。そして別々の議長になったということですね。でグアイドももうこれほどやってアメリカの後ろ盾で経済制裁からグアイドへの軍事援助、経済支援等々含めて野党側にものすごい支援をしているにもかかわらず、ベネズエラ政権、マドゥロ政権は倒れないということで、グアイドももうここ1年ぐらいで消滅するんじゃないですかね。ということです。それから次、田中隆作ジャーナルさん、年金詐欺、上級国民以外の高齢者が大人食堂のお世話になる日ということで、年末ですね、12月31日に大人食堂が四谷でオープンしたというニュースが第一弾だったんですけど、その続きですね。31日に続き、今日4日、東京では2回目の大人食堂が開かれたという、四谷で2回目の大人食堂が開かれたという記事で、結局上級国民以外の高齢者は大人食堂の世話になると。だから年金がもうあと10年ぐらいで破綻するんじゃないですかね。これですね。メソメソ戦士さん、こんばんは、大人食堂に入りたいですというですね。だから日本でも、この前フランスのパリのマドレーヌ寺院の地下にある大人食堂に食材を供給するという、食材を買いに行くシェフの、映像を紹介しましたけど、フランスでは3年前4年前から400平米以上の大型食品店はいわゆる賞味期限間近の食品を捨てるんじゃなくて、慈善団体に寄付する義務を課したということで、そのシェフはですね、45キロの肉とかですね、大量の食材を、大型スーパーからもらってきて、そしてその日の夜の食事を作るという、そういうことをだから日本でもやるべきですよね。壮大な無駄があるわけですよ。これが田中隆作さんで、今年の女性は今年の大統領は女性と、スイス新大統領パン屋で新年の挨拶と、先ほど画像でお見せ、取り上げましたけど、でスイスの大統領は7人の閣僚が1年ごとに交代で始めると。ソマルーガ大統領は地元のパン屋の素晴らしい顧客サービスを紹介し、これが他社への振る舞いのあるべき姿としたと。ソマルーガ氏は、この店では客は笑顔で迎えられ、目を見て対応すると。これ必要なんですよね。でまたある程度の時間を割いて、周りの人が健康か幸せであるかを気を配ることが必要だともコメント。自分の気分が本当に良くなるためには、周りの人も気分が良くなければならないとかだったということで、いうことですね。ずっと見てなかったんですけど、メソ戦士さん、今夜は多角的なお話ですねと、時代の変わり目なんでしょうねという、まさに
変わり目なんですよ。我々が変えていくということでしょうね。このスイスの大統領、女性大統領、これですね、7人の閣僚が1年ごとに交代すると。これいい制度ですよね。一人に権力が集中しないと。地元のパン屋さんの素晴らしい顧客に対する接客態度を紹介してるんですね。目を見て温かく笑顔で迎えると。だからパリの店なんか本当ひどいですよ。かつて旧ソ連の、店みたいな感じで、周りの人、ということですね。でこの記事はスイスインフォというスイスの国営放送ですよ。10カ国語で海外、配信してるんですね。ということです。で今日の重要情報、喧嘩ヘイトを生み出したのは誰かと。安倍政権と極右勢力に乗っかり韓国叩きに明け暮れたワイドショーコメンテーターの罪ということで、リテラですね。これもなかなかいい記事ですね。マイナス5。でここで言われてるのが事件簿その1、安倍政権の不正をスルーして韓国バッシングにしたワイドショー、週刊ポストは紙面でヘイト垂れ流しと。から事件簿に武田邦彦、東国原英夫、国鉄広志、小松康、八代秀樹、元韓国大使の武藤正俊、ヘイト喧嘩を垂れ流したコメンテーターと、こいつらですね。この週刊ポストもひどいよね。何なんだろうねこれ。産経新聞と全く同じ論調ですよね。裏でつながってるんですから。武田邦彦っていうのはよく分かんないね、このおっさん。何なんだろうね。どっからか金が出てるんでしょうね。事件簿3。事件簿3は何？韓国で出版された反日種族主義は日本の安倍応援団、極右勢力が協力と、韓国人著者は韓国ニューライトの中心人物と。これ文春が出してるんですよね、これね。事件簿4。
4、韓国でも販売する DHC の検管ヘイトが韓国内で発覚と批判が殺到。 DHC 韓国は謝罪したが DHC テレビは開き直りということで、なんか韓国で DHC は年間9億円ぐらい売ってるんですよね。だから不買運動で撤退させるってことでしょうね。事件簿5。日韓友好を訴えただけのパルル、大島麻也や若者の韓国ブームを伝えた朝一ワイドな女子高校生が炎上攻撃さらされる異常と。これもう完全にあれですよ。自民党ネット局とから電通から内庁等々が連動してこのようなバッシングを組織的に行ってるんですよね。これが前編かなということです。ということで今日月曜日の放送はこれで終わりですね。時間が76分30秒ですね。同時期に視聴されている方が42名様、全体で132名様、そしてコメントが62件ですね。でたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトをいただきました。ありがとうございました。ということで今日の月曜日の放送これで終わりです。現在時間が夜の23時41分11時41分はもうそうですね、開始が遅くなりましたので申し訳なかったです。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。明日火曜日ですね。またよろしければできるだけ9時から9時半の間に開始したいといつも言ってますけど、よろしければまた合流してくださいということで今日の放送終わりです。お疲れ様でした。